最後をね飾るにふさわしいタイで最もメジャーなセグメントドイツテープ。いやきついな。あと3キロでこの旅のアタックおしまい。脱出そう。チェンマイ市街がバーって見えてお疲れ様でした。ありがとうございました。見てめちゃくちゃでかい。本当に肉をダイレクトに食べてる感じ。良かったもののベスト3をねあげようかなと思います。78日間に及ぶベトナムタイの旅も今日で終わり。サーディーカップ、皆さんおはようございます。今日はね、とうとうこのベトナムタイの旅78日間の最終日です。本当はね、チェンマイで3日間走る予定だったんだけど、ちょっと体調崩して、今もちょっと万全じゃないんだけど、今日は最終日だからね、ちょっと無理して、ちょっと鼻と喉の調子悪いんだけど、走ろうかなってことで、宿の近くのお気に入りのカオマンガ屋さんに来ました。このカオマンガ屋、めちゃくちゃね、美味しいんだけど、あとすごいのはこのスープがね、鶏の骨がゴロゴロ入った巨大なスープが来て、まずはじゃあスープから取り出しよく出てんだけどね、味が優しいでね、タレはセルフサービスで自分で生姜とかを入れるスタイル。カオマンがタレをある程度かけた方が嬉しいから、米にもしっかり味乗っててね、鶏がもちもち柔らかで味濃すぎなくて、チェンマイ駅の近くから地元の人が多いね。観光客の人ほとんどいない感じ。俺も何軒かミシュランのビブグルマンとかも食べたけどね、こっちの方が美味しいと思うし、しかも40バーツっていうね、200円だからお値段もお手頃で美味しい。はい、美味しいカオマンがいただいて、今日はね最後にチェンマイで一番有名なヒルクライムスポットっていうか、むしろタイで一番有名なヒルクライムスポットかな、ドイステープっていう山に登りに行きたいと思います。じゃあ最後のクライミング楽しんでいきます。軽くね今20キロぐらいチェンマイの市街を流してきて、もういよいよドイステープの登り口まですぐそこ。最後にこの定番の豆乳飲みながら、このドイステープっていうのは、ドイっていうのが山だから、ステープ山っていうことなんだけど、チェンマイを代表する有名なお寺、観光地にもなってるね有名なお寺があって、そこをね登るヒルクライムアタックになります。峠のプロフィールは距離が 10.78 キロ、平均勾配 5.8%、 お気に入り登録がね2000人もいる。トップタイムはねロシア人選手の24分フラットっていうタイムがあって、これはめちゃくちゃ速い。このね24分のタイム出すには 6.9 倍出さないといけないらしくて、これはもう到底無理だよね。で、トップ10に入るのに必要なのが26分48秒。正直言ってこれもかなりきついと思う。ちなみに過去 1,2,3 回登ったことがあって、ドイステープの先にも実は道が通じてて、標高差 1200 メートルぐらいかなまで登れるセグメントがあって、そこをアタックしたことが1回。あとは15年以上前にタイ合宿のトレーニングで1回。あとこの間ドインタのヒルクライムの前々日にすずちゃんとイージーで流したのが1回。要するにねドイステープに実際アタックするのは今回が初めて。最大目標は26分48秒を切ってトップ10に入ること。ただこれもねタイコンチネンタルチームの選手たちが一緒にアタックしててこのタイムみたいな感じ。あとは記録会が行われたりしてて、上位に入ってるタイムは軒並みその記録会のタイムだったりするから、かなり厳しいと思う。最低の目標は前回のタイムを上回ることだね。ということで、最後をね飾るにふさわしいタイで最もメジャーなセグメントドイステープ、頑張ってプッシュしたいと思います。それでは行ってきます。はい、じゃあ間もなくスタート。こっからだね、最後のアタック。この旅でちょっと焦らず出しすぎないように行きたいね。この辺は比較的緩め。1キロ2分半。こうやって歩いてる人もいる。見ての通りね、道はめちゃくちゃ綺麗な舗装路。登る上ではね何のストレスもない。
2キロ5分。今言ったみたいなね、赤ソンテウでチェンマイ市街地から登るのが一般的乗り合いタクシー。有名なコースだけをだってサイクリスト多いね。3キロ7分45秒。ちょっときつくなってきたな。4キロ10分25秒。ちなみに KOM はね1分半先だ1分半。風はほぼ無風かな。やや向かいに感じるけどね。こういう路上にいるワンちゃんとも今日でお別れだね。5.2 キロ13分35。いやきついな。これは27分切りというかトップ10はほぼ無理だ。タイの路面はこのね横に引いてある緩衝帯っていうか減速帯がすごい走りにくいんだよね。これちょっと展望台と休憩スポット6キロ15分55秒。残り4キロ18分。いやきついけどリラックスはリラックス。残り3キロ20分40秒。あと3キロでこの旅のアタックおしまい。脱出くそう。残り 2.6 21分50。ちょっと下るね。この辺はだいぶ緩い。残り2キロ切った。
23分。残り 1.6 キロ、24分5秒。もう KOM はフィニッシュしたわ。早い。残り 1.3 キロ、25分10秒。ここでね、インタノンのワンツー、アドネとアレックスもゴールしてる。彼ら25分6秒とか7秒でゴールしてるから、記録会の時のレースのタイムだね。残り800、26分半。こっからね、急勾配なんだよ。最後インナー使う。踏み切れなかった。あと450メートル。もうこのお土産が出てきたらすぐそこの先までだ。フィニッシュ28分54秒。ここで折り返して下るのが定番の練習コース。きつかった。お疲れ様でした。お疲れ様。アタッカーしなかった？やめた。はい、じゃあね、ドイツテープのヒルクライム終わって、お寺はね、前回来た時に観光し終わってるから、ちょっと下ったところの展望台で、下の景色を見ようかな。ここがドイツテープ。この先にね、徒歩で何百段の階段があって、それを登った先にある。階段登りたくない人は、ここに、これがケーブルカーだから、20バーツかなんかでケーブルカーに乗れるらしい。それで上まで行くこともできる。ちょっとあそこにはい、ドイツテープのヒルクライムアタック終わりました。28分55秒ぐらいあったかな。正直28分は切れるだろうと思ってたから、ここ今ちょうど最後の激坂の入り口入ったとこぐらいなんだけど、ここでもう28分だったよね。ほとんど。あれって感じだった。まあきつかったね。踏んでる時は全然ね、喉も鼻も全く気にならなかったけど、アップしてる時も足の調子いいかなって感じてたんだけど、始まったら全然無理だったね。初めの3分ぐらいかな、ある程度踏めたのは。ほぼ1週間休んでたから、皿足だったのはあったね。ただプッシュしきれなかった。で、プロフィールはヤビツに似てんだけど、平均勾配ほぼ一緒。で、距離が800メートルぐらい長い。ただね、ヤビツより若干下りがあったりするかな。ちょっと勾配変化があるから、ヤビツより道は走りやすいけど、ペースはつかみにくいかもしれない。でも激坂ないからなんか結構。激坂はない。激坂一番きついのこの最後だけだよ。ずっとプッシュはできそうな感じ。アウターで。そうだね、アウターでプッシュして、タイム狙うのは多分最後もアウターで踏み切らないと無理だと思う。俺はインナーに最後我慢できずに入れちゃったけど、ここ7倍ぐらいで登れれば、アウターでいけちゃうと思う。あんまいないんだよな。で、24分の人はね、KOM の。こう全部で 6.9 倍だから、多分余裕のアウターだと思う。多分ヤビツ23分半とかで登っちゃう。もっと早いのかな。6.9 倍だからね。ちょっとわかんない。タイム出すコツは、集団でまず行くことかな。集団だいぶ違う。集団だいぶ速いと思う。中盤区間をね、集団で走れればね、だいぶ緩斜面でスピード乗るから、っていうようなところもあるし、緩斜面のところをどんだけアウターで休みながらスピード出せるかだよね。前傾姿勢深く取って踏める人は有利かなと思うね。あとはモチベーションだ。最後はきついからもう、この激坂、きつい時に一番きついところが来るから、ここはもうね、本当に我慢できないとどうにもなんないから、体調悪い中で最後にプッシュできたから良かったと思います。
ということで、ベトナムタイ78日間、多分最後に登ったこのドイステープが圧倒的に一番有名なヒルクライムコース。本当はスーちゃんも今日は QOM 間違いなく取れると思ってたんだけど、2人して体調崩したんで、今日やるか走るかどうかも迷ってたから、まあこの走ったことがね、今後につながれば、はい、アドレナリン出て風邪治ってくれればなと思うんだけど。はい、というのがヒルクライムの振り返りでした。まあね、あとドイステープは本当有名な観光地、チェンマイを代表する一二を争うようなお寺だね。ワットドイステープって呼ばれてるんだけど、ワットってお寺って意味だね、タイ語で。チェンマイの市街から約15キロ西にそびえる標高1080メートルのステープ山頂にある寺院ってことで、市街地から約15キロ。で、ヒルクライムコースが10キロあるってことは、もう市街地から登るってことで、ふもとにね、有名なチェンマイ動物園っていう動物園があって、昔パンダがいたらしい。今いないらしい。日本と一緒だね。パンダいなくなっちゃった動物園からちょうどセグメントが始まって登り始める。まあね、見どころはね、高さ22メートル、黄金に輝く仏塔っていうことで、これすごい綺麗な仏塔があるから、入場料30バーツかな ?150 円で入れるんで、ぜひ入ってください。で、なんでもこの仏塔の周りを願い事しながら3周回ると願いが叶うらしい。スーちゃんとこの間行ったんだけど、1周しかしてない。願ってない。さあ、しかも何も願ってない。ただなんか綺麗だね。そう、あ、綺麗だなって言いながら1周しちゃったから、ぜひ行く人は願い事しながら3周してください。意外と、そこ行くまでに306段の階段が結構きつい。自転車で登った後はさらにきつい。あとね、自転車止めるところがあんまないから、しっかりした鍵かなんかを持ってった方がいいね。オートバイ止めてるとこあるから、そういうところにうまく止めるといいかなと。あと簡単な歴史言うと、このお寺は1383年にラーンナー大王朝って、今のタイ王国が今の領土に統一される前、このチェンマイってね、ラーンナー王国っていうところの首都だったんだけど、そこの6代目のクーナー王っていう人が建てた。金色の塔って仏舎利塔ってお釈迦様の骨が納められてる塔なんだけど、このお寺の起源は仏教を広めるためにタイにやってきたお坊さん。彼がね、道中にね、夢を見て、夢のお告げでブッダの遺骨を発見したらしい。でね、その骨を一つはワットサンドークっていうお寺に建てたらしくて、下界にあるお寺。でね、このワットサンドークを建立した時に、この仏舎利が2つに分かれちゃったらしくて、じゃあその分かれた方をもう1個どこに奉納するってなった時に、なぜかその白い仏舎利を、縁起のいいね、白い象さんに乗せたらしいんだよ。そしたら象がこのドイステープのあるお寺まで登ったらしい。で、ここで3回泣いたと。パオンパオンパオンって3回泣いたんだ。で、ここで倒れたっていうところから、ここは神聖な場所ってなって、ドイステープができたと。すごいね。ゾウさんここ登ったんだよ。じゃあ、あと最後にね、この道路、肝心の、なんでこれヒルクライム楽しめてるかっていうと、1935年、構想シー・ウィッチャイっていう人が、なんとわずか4ヶ月と22日間で建設したらしい。この道路を。その後、舗装されたんだと思うんだけど、そのおかげで今道路が通じてて、みんながヒルクライムを楽しめる。ということでね、もしタイに自転車旅行来る人は、チェンマイでもまずこのドイステープに登って、6.9 倍っていうのはどのぐらい速いのかを体感してもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ下ってね、ちょっと休憩したいと思います。このチェンマイで最後の休憩だね。この今前に走ってるやつが乗り合いタクシー赤いソンテル。ドイステープの観光の記事とか読むと60バーツ300円ぐらいって書かれたりしてるね。これちょっと寄り道。あ、自転車乗りもいるね。こう上りの時通過した展望台、このね中腹の展望台、チェンマイ市街がバーって見えて、山に囲まれた本当にヒルクライムがたくさん楽しめる街。最近ねちょっと山焼きとか多くて景色がガスってるというか、12月1月ぐらいに来るとね、もうちょい澄んだ景色も見えるんじゃないかなと思います。猛暑猛暑って言ってきたタイなんだけど、チェンマイは標高が300メートル以上あって、朝晩だったらかなり涼しく走れるから、ドイステープもねそういう時に登りに来ればたくさんのサイクリストに出会えると思うから、ぜひタイで自転車楽しみたい人はこのチェンマイ選んでドイステープに登ってみてください。たくさんの人が登るね。やっぱりチームで登ってたね。はい、これで下りきりだね。
はい、ドイツテープ下ってきて、ふもとにすぐあるロッティ屋さん。ロッティってね、屋台の定番のね、揚げクレープみたいなやつなんだけど、まあ昨日もミシュランビブグルマンの店行ったりして、本来は安く食べれる屋台スイーツなんだけど、それをね、高級スイーツに昇華させた店みたいなところを紹介してもらって、すげえの来た、やばい。クリスピーロッティっていうから多分パリパリしてると思うんだけど、見てこれ。まあ、ほぼ生クリーム食うことになる。でね、最後のアタックが終わった開放感からかわかんないけど、なんかアイスも足すっていう。暴挙。欲に忠実に。最後だからね。味はね、ホイップクリームのタイスイーツって書いてあって、ホイップクリームはわかんだけど、タイスイーツっていうのは多分ね、この細い何か、めちゃくちゃ薄い皮だね。これロッティなのかな。いただきます。めちゃくちゃ薄い揚げクレープみたいのに生クリーム食べてるみたい。でもこれ合うね。タイスイーツっていうこの麺みたいなやつ。見た目は認定しるし。多分ね、ココナッツかな。ココナッツだと思う。はい、あとこれトッピングのアイスクリーム。なんかロッティに乗ってくんのかと思ったら別添えできたから完全にただ単にアイス頼んだだけで。美味しい。美味しい。アイスはアイスで美味しい。なんていうかこれはロッティではない。ロッティってね、ほんとね、めちゃめちゃ油の中にクレープ生地をぶち込む B 級グルメだから、これはなんか、この美味しいふわっふわの生クリームをいかに美味しく食べるかみたいなスイーツな気がする。クリスピー生地とココナッツ合わせて生クリームを美味しくいただく。チェンマイはね、多国籍なヨーロッパ系の人とかもたくさんいる街だから、食べ物もいろんな幅があって、こういうちょっと進化したタイ料理から、屋台から、日本食から何でもあるんで、いろいろ楽しめると思います。ピザ屋とかもめちゃくちゃ多い。ということで、今日はあとはね、宿戻って、これから何があるって、パッキングがある。で、最後晩飯食べてから、フライトが夜の11時過ぎだから、最後にまだ晩ご飯あるんで、その時にまたお会いしましょう。それでは、ドイツテープのヒルクライムアタックでした。ありがとうございました。それではしょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。決まったわ。毎日飲んでるけどうまい。決まりました。最終日は宿の近くの露店、今ねこんな感じの路上の店にいて、豚のね骨の周り身がまだいっぱいついてるところと、今シューマイ頼んで、あと今もう一品頼んでるのって、これ見て、炭が練り込まれた黒い麺のラーメン。いただきます。うまそう。ブリブリだ。めっちゃ美味しい。やっぱ気になるのはこれだよな。これ見て。めちゃくちゃでかい。なんかもうほんと肉本来の味。本当に肉をダイレクトに食べてる感じ。余計な味付けとかほぼない。スープしっかり出し入れてるの。毎日ね、ここ晩ご飯の時に前歩いてて、この店の前をめちゃくちゃド派手な豚肉のスープとこの黒い麺とかを食べてる人がいて、あれ何なんだろうと思ってたから最終日に来たんだよ。ちょっと甘みあるかな、スープに。炭の独特な感じは特にないかな。どうでしたか、78日の東南アジア旅。1月2日に日本を出国したから、まだ日本では1日しか過ごしてなくて今年。まあ長かったっちゃ長かったけどね。あっという間といえばあっという間だった。これがなんかベトナム1カ国とかだったらもっと長く感じたかもしれないけど、初っ端からフレームが割れたりとか、スーちゃんが1回日本に帰国したりとか、ドインターのヒルクライムというレースがあったりとか、ゴーさんがバンコクまで来てくれたりとか、まあ節目にそういうイベントあると、それまであと何日みたいな感じになるから、確かにそういうのを含めるとあっという間だったかな。今年はめっちゃあっという間だった。だってもう3月終わるんですよ。やばくないですか。1年の4分の1が終わっちゃう。タイに45日間ぐらいね、俺は滞在して、今回の旅で良かったもののベスト3をね、あげようかなと思います。じゃあまずはヒルクライムから。結構難しいんだけど、第3位はノンキャウかな。すごい反響動画でももらったんだけど、最大勾配 40% 超えになった登りで 30% じゃ驚かなくなって 15% がめっちゃ緩く感じるっていう状態に陥った。もう今までタイ走ってきても5本指には入るパンチのある坂だったから。でね、第2位はキューフィンかな。パーイっていう町からメイホンソンに抜ける時に通った登りで、思わずね山頂を達した時に、俺全然下調べしてなかったから綺麗な展望台出てきて、景色がバーンと開ける。しかも展望台からこれから下っていく道がよく見えたりねして、それをもちろん下っていく途中に上を見上げるとさっきまでいた展望台が見えてるっていうようなダイナミックな、しかも長い登り。第1位はバンラクタイかな。メイホンソンから行ける、往復できるね。メイホンソンから結構な激坂の先にある集落で、本当にね湖を中心にしたまるで中国にいるみたいな村が綺麗だった。ちょっとこ
心残りなのは、あそこでマントウと角煮を食べればよかったんじゃないかと思ってて、いや中国系の人がやってる角煮は本当美味しいんだよ。でマントウが合うの。マントウ美味しかったからさ、やっぱりあれをね、角煮のタレをつけて角煮まんにして食べたら最高だったからね。ちょっと迷ったのはあとはドイメイウーコっていうところだね。11月にひまわり畑が満開になるところで、今回ちょっと満開時期ずれてたから、それでも十分な景色とダイナミックなヒルクライムだったから、もし11月にあそこね、満開の時行ってたら間違いなく1位だったかなって思います。で続いて食べ物第3位は、ちょっとスーちゃんいなかったんだけど、サンクラブリーっていうね、カンチャナブリー県の一番西の端、ミャンマー国境近くの町にあったサン料理のソムタムだね。そのソムタムは滞在4泊かな、4日食ったからソムタム会見美味しかったね。ソムタムの本場ってタイの北東部なんだけど、だからカンチャナブリ全然山地方じゃないんだけど、そこであるイサン料理屋さんのソムタム会見もめちゃくちゃ美味しかった。まあ今回のナンバーワンソムタムはサンクラブリーのソムタムだったかな。食べたかったわ。でそのため会見は何回食ったかって、多分今回行った旅で一番たくさん食べたメニューなんじゃないかなそれがあるとこを探して、それを軸に晩飯を組み立てるみたいなことしたから、1位にはめちゃくちゃ悩んだけど、まあね、2位はドインタノンのヒルクライムの前日に動画にしてないんだけど、コムコムチームのみんなと晩ご飯食べに行ったんだよね。牛足煮込みご飯みたいのがあって、慣れ親しんだ感じのものだから頼んだら、結構次元の違うトロトロ、めっちゃ煮込まれてた。そうめっちゃ煮込まれててめちゃくちゃ美味しかった。第1位がクンユアムってね、対日友好記念館があった町だね。そこで友好記念館に行く直前にパッて Google マップで調べて出てきたお店入ったんだけど、クイッティアオとか麺の店の鶏ラーメンだね。あの鶏はね、あれやばい。あれやばい。私も第一位。もうこの話結構ずっとしてて何が1位だったかっていう話は。で俺はね、今1位にずっと入れ替わったりしてたんだよクンユアムのあの鶏ラーメンは本当うまくて、しかも結構バリエーションがあるんだよ。麺もスープも選べて、具もね、鶏か豚かとか選べるんだけど、具はね、鶏一択だと思うよ。鶏マジうまいから。絶対。しかも50バーツっていう250円っていうお手頃価格で、俺のおすすめは濃厚スープにバーミーっていう小麦麺に鶏。多分スーちゃんのおすすめはクリアなスープに千愛かな、幅広の米麺千愛に鶏。まあ鶏は外せないね。超秘境みたいなクンユアムなんて行く人多分ほぼいないけど、ぜひ、ね、いやあれはでも行った方がいいわ。あのラーメン食べるために行ってもいいと思う。ひまわり畑をセットでね。そうだね。11月にぜひ、クンユアムからドイメイウーコを登って満開のひまわり畑見てください。はい、ということで78日間に及ぶベトナムタイの旅も今日で終わりでね、次回の旅の旅先も決まってんだけど、ちょっと一回ここでは伏せときますまあ自転車乗りにはめちゃくちゃメジャーだけど、日本人には超マイナーな場所に行きます。情報が全然出てこない。情報が全然出てこない。ヒントはね、飛行機を乗り継いで24時間ぐらいかかる。ヒルクライムシーズンに向けてね、ちょっとガツンと登れるとこだからね、ヒルクライム合宿みたいな感じかな、今度は。めっちゃ山そうですね。山ばっかあるから、この辺で終わりにしたいと思います。ベトナムタイの旅、今回初めて見てくれた人も全話通して見てくれた人も本当に長い間お付き合いありがとうございました。今後もね、旅続くんで楽しみにしていてください。それでは今回の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の自転車旅ヒルクライムでお会いしましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。終わりだ。完結。